来週どこ行く？サマーフェスティバル2025全フィールド解説。じゃあスパルと申します。いよいよ始まりますサマーフェスティバル2025。もう食材の準備はお済みでしょうか？直前ではありますけれども、今一度イベントの概要や各フィールドの特徴をざっくりとおさらいして、来週どのように過ごそうか、エナジー的にどこまでいけそうか参考にしていただけたらなと思います。楽しい1週間になることを祈っております。それでは参ります。ということで、まずはサマーフェスティバル2025の概要を超ざっくりおさらいしていきたいと思います。サマーフェスティバル2025、料理がカレー固定、料理エナジー 1.5 倍、鴨ネギ新登場、水飛行虫タイプの種ポケモンピックアップ&色違い確率アップ、期間限定アメウロボ、そんなキャンペーンがサマーフェスティバル2025となっております。直前にデカ盛りウィークがあったので若干霞んでしまってるんですが、1年の中でも有数のエナジーが稼げる1週間となっておりますので、各フィールドのマスター20狙いなどエナジーに注目して遊ぶのもおすすめですね。また6月25日は新月ってことで、火水木曜日はニュームーンデーも重なります。この期間は水飛行虫タイプのみならず、全ポケモンの色違い確率が上昇し、ポケモンが満腹になりづらくなってダークライが出現する可能性があります。週頭からエナジー稼いでダークライの星3ネガをもついでに狙えたりするとかやれちゃうかもしれませんね。ちなみにパルの前回のニュームーンデーの色違いは2アカウント累計6リサーチで1体のみとなってました。今月はサマーフェスも被るのでサンプル取りづらそうですね。なお、アメウロボに関してはこちらの動画で詳しく解説しましたので、ぜひご覧ください。1日4回まで使えますが、毎日4回、1週間で28回全部使った場合、42万7000かけらが理不尽にも吹き飛びますので、ご利用は計画的に。42万7000かけらってポケモン1体をレベル10からレベル58にできるくらいのかけらの量となっておりますので、ポケモン1体育てる代わりに飴を作るぜくらいの感覚ですかね。飴ブーストもある意味そんな感じの機能ですので、ぜひうまいことをご活用ください。と、ここまでがざっくりとした概要となります。カレー 1.5 倍、水飛行虫ピックアップ、色違い、鴨ネギ、ダークライ、アメウロボ、イエイ。そんなサマーフェスティバル2025です。ってことで、ここから全フィールドざっくり解説やっていきましょう。例によって若草本島から順番にやっていきたいと思います。ということで、まず若草本島。若草本島は鴨ネギの出現するフィールドです。ピックアップされるポケモンはいっぱいいます。というか、ゴールド限定のアゴジムシ以外は全て登場しますので、色違いのポケモンには結構出会いやすいフィールドなのかもしれません。ポケモンの出現数もすぐに増えてくれますしね。そんなわけで、基本的には若草本島、初心者リサーチャーにおすすめのフィールドとなります。ただ、サマーフェスティバルに限った話ではないんですが、若草本島はポケモンの種類がとにかく多くて、特定のポケモンを狙うのには結構不向きなフィールドとなっているので、若草は若草でまた行く目的を持てるとより良いかとは思います。例えば、若草に出てきて、シアンに出てこないドードー、チルット、デリバード、この3体を狙いたいから若草とか、この3体は出てこないけどよりピックアップのポケモンを狙いたいからシアンとか使い分けられたりすると、気持ち狙いのポケモンに出会いやすいかなと思いますね。なお、エナジー的な目標としてマスター18の EX モード開放とマスター20初回報酬のサブスキルの種があります。若草マスター18はおよそ217万エナジー、マスター20はおよそ325万エナジーです。ってことで、ざっくりお料理指標、今回はカレーのみなのでやりやすいですね。マスター18狙いの場合、木の実で30万稼げるとして、料理で190万くらい稼ぐとしたら、ざっくり1食8万エナジーくらいあるといい感じみたいです。ってことで、絶対眠りバターカレーや忍者カレーの場合、フィールドボーナス 50% であれば、レベル65で7万エナジーほど。ちょっときついですね。鍋拡張なしだと料理中心でいくのは相当厳しそうです。煉獄カレーだとレベル50から55くらいあればいい感じ。メザパシチューやすき焼きカレーならレベル40近くあればいい感じとなりそうです。レベル40は57万エナジーほどでたどり着けますので、居合切りすき焼きカレーはレベル1から作り始めても達成できるんじゃないかなと思います。フィールドボーナス 75% あれば余裕でしょうかね。煉獄カレーもメンバー次第では1から作り始めていけそうな気はしますね。マスター18狙いだとそんな感じ。で、マスター20の325万エナジー狙いだと難易度ぐっと上がります。
同じく木の実30万で料理で295万稼ごうと思うと1食12万エナジーくらいあるとかなりいい感じみたいなので、忍者カレーやゼネバタカレーだと料理チャンスがないとほぼほぼ無理で、フィールドボーナス 60% だと煉獄カレーレベル65でもかなり怪しそう。同じくフィールドボーナス 60% だとメザパシチューやすき焼きカレーもレベル50近く欲しくなってくるので、レベル1からだとさすがにちょっときついかもしれませんね。ってことで若草本島、基本的には初心者におすすめで、特に堂々チルッとデリバードを探したい方に向いています。マスター18やマスター20狙いの場合、チーム次第ではすき焼きカレーレベル1からでも目指せると思うので狙ってみてください。そんな若草本島でした。続いてシアンの砂浜。シアンの砂浜はカモネギの出てくるフィールドです。今回の本命フィールドの一つとなるかと思いますね。ピックアップはゼニガメ、キャタピー、コダック、ヤドン、カモネギ、カイロス、ワニノコ、ゲンシューパー、ヘラクロス、ワシボン、クワッスです。パルのおすすめピックアップはゼニガメ、キャタピー、ワニノコ、ゲンシューパー、クワッスあたりでしょうか。結構いますね。もっと絞るのであればゼニガメ、ワニノコも入れましょうかね。この3体が特におすすめですかね。シアンの砂浜も初心者におすすめで、若草とどっち行けばいいかっていうのは先ほどの通り、シアンでは堂々チルッとデリバードが出てこず、代わりに他のポケモンたちの出現率が若干高まるはずなので、そのあたりで判断してもらえるといいんじゃないかなと思います。シアンの砂浜のマスター20はおよそ374万エナジー、木の実50万エナジーで料理で324万エナジーを稼ごうとする場合、1食13万エナジーちょっとあるといい感じっぽいので、フィールドボーナス 75% でも煉獄カレーは料理チャンスが欲しくなりそうですね。メザパシチューであればレベル55ほど欲しいので、レベル50スタートとかならだいぶいけそうでしょうか。料理チャンスを採用できれば、ある程度すき焼きのレベリングもしつつマスター20狙えるかと思います。ぜひ試してみてください。そんな感じでシアンの砂浜、ピックアップのポケモンを広く狙うのに最適な初心者からベテランまでおすすめのカモネギ出現フィールドです。続いてトープ洞窟。トープにはカモネギが出てきません。さらにピックアップはゲンシューパーのみ。潔すぎますね。洞窟なんですけど、炎の洞窟なので虫ポケモンがあんまりいないっていうのが結構生態的に面白いところですよね。ってことでもうトープは色違い原種ウパーガチ勢さん大歓喜のフィールドとなっております。またある意味普段とあんまり変わらずにリサーチできるっていうのも魅力かもしれませんね。マスター20はおよそ422万エナジー、木の実50万で料理で372万エナジーを狙う場合は1食15万エナジーくらい欲しくなってきます。こうなってくるとフィールドボーナス 75% の目覚めるパワーシチューレベル60とかすき焼きカレーはレベル55くらい欲しくなってきますので、さすがにすき焼きカレーレベル1からだと難しいかもしれませんね。そんな感じでトープ洞窟、ゲンシューパーが大好きな方はまたとないチャンスとなるかと思いますので、色違い見つけまくっていただけたらなと思います。続いて卯の花雪原。卯の花はカモネギが出現しません。いわゆる長ネギって冬が旬だと思うので寒い地方のイメージもあるんですけど、すでにもデリバードもいる卯の花雪原、残念ながら出禁となってしまったようです。ピックアップはコダック、ヤドン、デリバード、チルット、ワシボン、若草やシアンよりだいぶ数が絞られているので、特にデリバードやをピンポイントで狙いたいっていう方におすすめと言えそうです。マスター20はおよそ471万エナジー、木の実50万エナジー、料理371万エナジーで狙う場合1食17万エナジーほど欲しくなってきます。フィールドボーナス 75% でも目覚めるパワーシチューのレベル65が17万エナジーに達していないので、料理チャンスなしだといよいよ卯の花あたりが料理パの限界となるかもしれませんね。なお料理チャンスがあっても煉獄カレーでは厳しくなってくるあたりとなります。なかなか卯の花雪原試される大地ですね。ってことで飛行タイプをピンポイントで狙うのがおすすめな卯の花雪原でした。続いてラピスラズリコ藩。ラピスラズリコ藩にもカモネギは出現しません。パルも今回マスター20チャレンジしたかったんですが、今回はカモネギ狙いでパスしちゃいましょうかね。ピックアップはゼニガメ、コダック、ヤドン、ドードー、チルット、クワッス。
トープもそうなんですが、色違いだと大きなサブレ節約になるフレンドポイント16のポケモンは一体もいないので、今回のイベントとの相性はそこまで良くないのかもしれませんね。ゼニガメやチルット、クワッスあたりをピンポイントで狙いたい場合の選択肢となるでしょうか。あとはエナジーを稼いでスイ君とクレセリア狙いとかでしょうかね。マスター20はおよそ520万エナジー、木の実50万、料理470万で狙う場合、1日のスキル期待値5回ほどのデデンネがいる場合は1食15万エナジーほどあるといい感じらしく、フィールドボーナス 75% のメザパシチューレベル60でかなり狙っていけるかなと思います。すき焼きのネギと蜜にメガニウムが活躍できて、サーナイトやエルレイドのレベル60ネギも活躍できるので、すき焼きも絡めつつマスター20を目指すっていうのは一番向いてるかもしれませんね。そんなすき焼きとは相性がいいんだけど、キャンペーンとはそこまで相性良くなさそうなラピスラズリコハンでした。最後、ゴールド急発電所。ゴールドにはカモネギが出現します。またゴールドのみアゴジムシも出現しますので、ここもキャンペーンの本命フィールドの一つとなるでしょうね。ピックアップはキャタピー、カモネギ、ウパー、アゴジムシ、クワッス。カモネギが出現してピックアップ少なめってことで、カモネギ狙いには最も向くフィールドになりそうですね。キャンペーン的にエナジーを稼ぎやすい1週間とはなるんですが、小ピックアップに種ポケモンが多くいる関係上、リサーチが若干下振れしやすそうなのがキャンペーンとしての欠陥というか、そういった見方ができなくもないんですけど、ゴールドってもともとリサーチが下振れづらいフィールドですし、ウパー、アゴジムシ、クワッスの星3であればそれなりにリサーチ報酬が高いこともあって、そのあたりも人気が出そうな要因になりそうですかね。マスター20はおよそ668万エナジー。何度でも言っちゃうんですが、ゴールドだけ別格ですね。木の実68万、料理600万で狙う場合、デデンネ込みで1食19万エナジーほど欲しいみたいなんですよね。ですが、メザパシチューのレベルカンストで17万エナジーありませんでしたので、日曜日の料理大成功を何発出せるかとか、他のチームメンバーがいい感じかとか、もうそういう戦いになってきそうですね。デカ盛りと違って鍋 1.5 倍、前回は 1.6 倍でしたがのボーナスはありませんので、無課金キャンチケなしで目指す場合は結構戦略練らなきゃいけなそうなんですが、しっかりと準備して鍋拡張が下振れなければギリ狙える範囲かなとも思うので、挑戦される方のご武運をお祈りしております。ぜひ終わった後の達成報告待っております。そんなカモネギアゴジムシ狙いでおすすめなゴールド急発電所でした。そんな感じで全体を通しておすすめなフィールドは若草、シアン、ゴールドですかね。まんまカモネギの出現フィールドですね。若草はピックアップが多すぎるんですが、無進化ポケモンも多いので色違いのバリューが高くなりそうですし、満腹になりづらいニュームーンデーも込みで悪くない選択肢なのかなって気がしますね。イベントかつ色違い狙いみたいな。で、シアンの砂浜は軽々しくゴールドいけるわけじゃないけど、ぜひカモネギも探したいって場合におすすめな安定卓って感じのイメージです。ゴールドはおそらくカモネギに一番出会いやすいと思うので、キャンペーン適正高しって感じでしょうかね。ぜひ何かしらの参考になれば幸いです。ってことで最後に全部を超ざっくりまとめて終わりたいと思います。サマーフェスティバル2025、カレー 1.5 倍でカモネギの出てくるキャンペーンです。ニュームーンデーもあってアメウロボもあります。若草は初心者におすすめなフィールドです。ドードー、チルッとデリバード、そして色違いにも期待したいところ。シアンの砂浜は初心者からすき焼きのレベル上げをしつつマスター20を狙っちゃうような、そんなベテランにもおすすめです。ゼニガメ、ワニの子、そしてカモネギ。ただしピックアップは多めなので過信は禁物で。トープは原種パーの色違いガチ勢ならここを選ばない理由はないというほどのフィールドでしょう。あんまりキャンペーンに影響がないっていうのも逆に魅力かもしれません。ウノハナはデリバードやをピンポイントで狙いたい方におすすめです。カモネギも出てきてほしかったですね。ラピスはキャンペーン適性があんまり高くない気がするので、絶対にマスター20を取ってメインスキルの種を補充するんだとか、何か強烈な狙いがある場合に行くって感じでしょうかね。ピックアップかつ闇鍋だと、例えばミニルやラルトス狙いも通常の種より安定しないはずなので、それこそ色違い海流狙いとか、色違いのスイ君クレセリア狙いとか、そういうのはロマンがありますよね。もし遭遇できたらぜひコメントください。
そしてゴールドはカモネギ狙いで最もおすすめのフィールドとなるかと思います。アゴジムシピックアップもここ限定。シンプルに難易度の高いフィールドではあるんですが、料理エナジー 1.5 倍のバフもかかりますし、フィールドボーナスが低かったりしてもレシピレベル上げが目的でないのなら突っ込んじゃってもいいのかもしれませんね。といった感じで、一人一人にとって楽しい1週間となることを祈っております。そんなサマーフェスティバル2025全フィールドざっくり解説でした。ぜひみんなのおすすめのフィールドやどこに行くか、色違いウパーを狙うかなどコメントをお待ちしております。多分ね、世の中に色違い原種ウパーガチ勢さんいるかと思うので、1週間でね、何体ぐらい出会えるんでしょうかね。終わった後の X とか見るの楽しみですね。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドを押していただけますと動画制作の励みとなります。グッドを押して徳を高めていただいて大成功をたくさん引いていきましょう。それではサマーフェスティバル2025素敵な1週間となることを願っております。まずカモネギが本当にネギの食材ポケモンなのか震えて待ちたいなと思います。来週も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。